FM Osaka. 1月24日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオからダンスチームアバンギャルディをプロデュースしている振付師あかねです。はい。あっという間に1月後半入りましたね。ちょうど先々週かはですね、福岡ずっともうこの番組で言ってました。福岡のライブが終わって、その日のその足でドバイレッツゴーして、ちょっと慌ただしい1週間何日間弾丸終えて、はい、今喋ってますって感じですね。はい。ありがたいことでね、1月始まってからもずっと怒涛の日々、はい、飛行機移動の日々って感じで送ってますけれども、そういう時に自分を救ってくれるのは、これだってこと。マッサージ。ちょっと今行ってきたんですよ、このラジオの収録前に。やっぱね、ちょっと顔が明るくなってません？いつもより。ほんまにそうで、なんやろ、気持ちがズドーンってしてる時ってやっぱりなんか体をしっかりほぐすことってすごく大事で、友達がマッサージ師やってるんで、ちょっと行ってきましたよ。それで今日はだからすごく心が綺麗になって、なんか身も心もいい感じって感じで、はい、いい感じの私、振付師あかねが、はい、ノリノリで今日も盛り上げていきたいと思います。今週のあかねクラブ、はい、アバンギャルディのおかっぱトークはありません。はい、またちょっとすいません、お休みです。忙しいんですよ、あの人たちね。なかなかこう捕まえれるタイミングないですね、ちょっと今年入って。どうしちゃった？はい、あの人たちを捕まえてきて誰か。っていうぐらい本当にね、忙しいんですよ。まあでもね、大丈夫、一人でもやれるから。やれるからなんて言っちゃってね、ちょっと本当にドバイとか、はい、旅の話も今日はしていきたいななんて思っております。はい。まあ、しかも、ちょっと特にゲストのあれとかもないので、はい。今日は、知ってました？この FM 大阪って FM なんですよ。はい。なのでね、ちょっとね、音楽をいっぱいかけちゃいましょうっていう感じです。はい。懐かしい音楽をガンガンかけちゃいます。今週のテーマは、2000年代をとにかく、なんていうんですか、色鮮やかにした洋楽をかけていきたいと思います。はい。懐かしソングをかけていきたいと思いますので、テンションばっかがりになりましょう、皆さん。はい。じゃあ、かけちゃいます。じゃあ、1曲目。もういろいろあるんですけど。じゃあすいません。じゃあちょっともう、1曲目からエグエグの身でいきたいと思いますので、じゃあ行きます。エミネムで Lose Yourself。 FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。はい。じゃあメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム八王子市のさこさん。あかねさんこんばんは。こんばんは。福岡市民会館のさよならステージ、めちゃくちゃ素敵なイベントでした。ありがとうございます。来てくださったんですね。コラボレーションの高校生、若葉高校の素敵な笑顔と、アバンギャルディの優しい笑顔が印象的で、とても幸せな時間をありがとうございます。はい、そうなんですよ。福岡のね、福岡大学附属高校、若葉高校、はい、のダンス部の皆さんのプロデュースも私、初めてやりました。はい、そして、アバンギャルディとコラボもしてね、はい、もうその日にしか見れないステージをお届けしましたよ。当日、あかねさんが直接物販をされていて、営業トークも上手くて、思わずペンライトを追加購入させていただきました。ありがとうございます。長蛇の列にもかかわらず、笑顔で丁寧に、対応されている姿にますますあかねさんのファンになりました。言ってくださいました。ありがとうございます。そうなんです。私、初めて、物販に登場しました。というのも、ずっとお店屋さんっていうかな、子供の時からお店屋さんが大好きで、ああいうのをやってみたかったんですよね。で、
お昼休憩ってか、1部と2部の間の休憩時間が30分もあったので、出演者だったんですけれども、ちょっとぜひやってみたいということで、誰の許可も得ずに、勝手に入ってやっていきました。はい。なんですか、営業トークも上手くてってこう言っていただいてるんですけれども、はい、もう、押し売りです。ペンライトが、ピンクと青と黄色と3色あって、今回初めてね、なんかその、なんていうんですか、切って折るタイプのペンライト、その日限りのライトをね、初めて登場したんですけど、3本くださいってこう言われて、3本ですかみたいな。じゃあ3本ずつで9本になりますよねって言ったら、いや違います、3本1種類ずつってことです。そうなんですかとか言って、3本ずつでも良くないですかとか言って。はい、何人かの方がそれでね、9本買ってくださったりとかして、本当に皆さん、優しいです。はい。いや、なんかその私の圧に負けてそうな感じでしたけど、いや、でも嬉しかったですね、なんか。で、結構その、なんていうんですか、福岡の皆さんとか、若葉高校の親御さんとかも、その物販の列に並んでくださったりとかして、いろいろお話できて、はい。すごい夢が叶いましたって感じでしたね。物販やってみたかったんで。そう、だから、ちょっと、そうですね。なんかまたどこかでやりたいと思った時に登場するかもしれないです。はい。いや、ありがとうございます。って感じです。曲いっちゃいますか曲いきます。次の曲もちょっと懐かしいってなります。じゃあいきますね。ブリトニー・スピアーズ。はい、ブリちゃんも2000年代は死ぬほど歌出してますよ。どの曲ですかってなったらやっぱりこの曲です。トキシー。さあ、次もメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム大阪市のみさてさん。あかねさん、こんばんは。こんばんは。年末からマレーシア、フィリピン、台湾、ドバイと、たくさんの海外遠征お疲れ様です。はい、ありがとうございます。私はマレーシアに行かせていただき、日本とは違ったパフォーマンス、雰囲気を感じることができて、日本と海外それぞれの良さを体感することができました。海外もね、見に来てくださってるということですよ、みさとさんは。はい。で、サードワンマンも申し込みさせていただき、アバンギャルディでね、今年、3回目の日本での、ツアー、6都市回らせていただきます。はい。申し込みしていただいたと。ありがとうございます。さらには、海外公演も、夏休みなど長期休みと被れば、有給を取って参加するつもりですと。ありがたいですね。確かに日本のライブと、海外のライブはちょっと違うので、はい。なのでちょっと、まだ海外のライブまだ行ったことないよっていう方はね、あんまなんか海外って行くチャンスないと思うんですけれども、ちょっとぜひそのアバンギャルディをきっかけに、海外もね、たまにはいかがでしょうか。はい。嬉しいですね。で、海外へ行かれてる皆さんに質問ですということで、英語はどうやって身につけられていますかということで、このミサトさんは、優しいアバディの、ファンのね、他の皆さんのサポートだったり、ニュアンス、表情でなんとか乗り切りました。で、今後も海外遠征に行きたいので教えてください。だってね、本当に、私もね、本当今頑張ってますよ。頑張ってるっていう、なんか大きな声で言えないぐらいですけど、もっと少しずつです。英語を学びたいっていう気持ちになるために、私はコーチングつけてます。はい。マンツーマンでその先生に、もう、はい、やりなさい。やりなさい。今週こんだけできましたねっていう、はい、先生がいるんですよね。コーチングしてるので、まず単語の勉強でしょ。意味。はい。なんかでも、いつ使うんみたいな。とかありますよ、やっぱ。ロイヤーとか。わかります意味。うわ、すごい。わかんない、弁護士。ロイヤーとか使わないでしょ、でも。でも、この前ちょっとでも面白かったのが、ちょっと、でも、知り合いの人と、なんか、アメリカでね、なんかこう、いざこざ起きた。いざこざって言うんですかねなんて言うんやろ。ビザとかの関係で、こうした時に、ロイヤーでどうのとか言って、ロイヤーって出てきた。そういうこともあんねや。たまにね、そうやって、
はい、使わんやろとかいう単語もね、こう学んでいると出てきて嬉しくなったりとか。ランナーオブっていう、この前ね、なんかね、カフェに行ってね、なんか、ランナーオブヨーグルトみたいな、ヨーグルトって言ったかななんか忘れたけどなんか言われたんですよ。でも、分かったんですよ。私スムージー頼んで、ヨーグルトが切れてるって言うんです。はい。It's okay! つって言えました。初めて。意味が。意味ある。そりゃそうですよね。ね、ちゃんとコーチングしてる意味があるって感動した瞬間でした。なのでちょっとみんなで英語頑張りませんっていう、ちょっと世界が広がってるなって感じる瞬間でしたね。はい。じゃあ次曲いきます。はい、ドバイの話したいんですけど、ちょっと後で。じゃあ次の曲。これもちょっとまた違う感じ。いきます。オフスプリングで Want You Back FM Osaka. 85.1 FM Osaka. あかねクラブ。 FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。はい。そう。で、福岡に行った後にね、ドバイに行ってきました。初ドバイは乗り継ぎでは行ったことあるんだけれども。はい。降り立つのは初ドバイでございました。ドバイに行ってきましたね。弾丸で。もうほぼ、ホテルでは一泊しただけか。でもちょっと意外とね、時差とかあってね、行き道なんかは11時ぐらいフライト時間ありましたね。結構長旅。はい。行ってきました。たくさんのインフルエンサーたちが集まる、イベントで、ドバイに、いろんな国から、SNS、YouTube とか、Instagram とか TikTok とかの SNS のフォロワーがすごいいっぱいいる方たち、インフルエンサーたちが集うイベントだったんですけれども、そこにアバンギャルディも呼んでいただいて、はい。でも交流しました。なんかそのイベント、1ビリオンフォロワーズサミットみたいな感じだったんですけど、1ビリオンって10億。だからなんか、多分、始まった当初とかは、多分10億人とかの、クリエイターのみんなのフォロワー合わせ10億とかだったんですけど、なんか今は、27億とかとか、結構すごい、1ビリオン以上の、はい、フォロワー数らしいですね。すごいですよ。でも本当にコラボさせてもらった方々、アビールさんとかは、料理とかを作って、もうこれもね、もう動画見たら超気持ちいいんですけど、もうパッパッパってなんか、こう結構雑めになんか料理して完成みたいな。しかもめっちゃなんか食べたー、何これみたいな。一工夫で、お菓子とかもなんか一工夫でおすまみな感じとかなんか、見てて超絶気持ちいい映像なんですけど、その方ともダンスと料理のコラボどうやってやるんやろうと思ったらね、なんかすごい動画に仕上がっていて、24時間も経たないうちに1000万再生されて、すごいと思って。だって、その方なんかも、インスタとかは1000万人のフォロワーですけど、もう他の媒体だと3000万人ぐらいいるって。だから、すごいですね。で、そのフォロワーの皆さんとコラボして、で、その後に砂漠に行ってきました。はい、人生初砂漠。砂漠は、ツアーで行ったんですけれども、はい、まずなんかその車に乗って、意味わからない、すごい荒い運転で、なんかそういうアトラクションみたいなことなんですけど、荒い運転、わざとですよ。うわーとか言って、なんかジェットコースターみたいになって、ずっとギャーとか言いまくってて、ドライバーさんずっと耳を押さえてました。痛い。お前たちの声うるさいみたいな言われて。仕方ないじゃないかとか言いながら。あなたの運転がとか言いながら。でも超楽しかった、スリリングで。で、その運転を乗り越え、ついて、衣装に着替えて、はい。で、私のインスタ見てくださったらわかるように、もう、はい。女子12学坊みたいな。なんて言うんですか、女子12学坊の、覚えてませんこれね。なんか女子12学坊のジャケ写みたいな。あれ砂漠で撮ってて。でもそれ、なんか私が、このドバイの、ショットこれ見てくださいみたいな CD ジャケット、立ってるだけで CD ジャケットみたいな撮れましたってあげたら、
加藤亮さんから連絡来て、これは女子12学部のジャケットだとか言って、ほんまやみたいな。送ってくれました。もうほんまそれにしか見えないんですけど。はい。でもなんか、そう、砂漠で裸足で歩いたりとかしてね、サラサラとか、あとラクダすごい高いとかいう経験もできたし、もうすっごい広大って感じでしたね。めっちゃ、行ってよかったって思ったかも。はい。っていう感じで、砂漠にも行きました。じゃあ、曲に行きます。ほんまにでもね、あれですよ。まあ、砂漠行って裸足になって、まあ、なんか、それも厚底でも行ったんですけど、厚底で。もうすねが痛くて痛くて。砂でね。歩きにくいから。すねがすごい筋肉痛になったんですけど、2、3日はね、あらどっからかここから砂が出てきたみたいな。なんか、衣類や携帯や、カバンから砂がやったら出てきましたね。2、3日ぐらい。はい。そんな感じで。はい。今日はゆるっとトークしております。最近はだから飛行機とかの移動が多かったり、新幹線移動が多いんですけれども。飛行機では、まあ電波がそんなにないのでですね。まあ薄い、ほんま薄い Wi-Fi があるぐらいで。まあいろいろネットフリックスだ、いろんなもので動画を事前にダウンロードして見てるわけですけれども。何を見てるか、最近のね。まずは、最近まで見てたのは、もう終わったけど、終わったっていうかまあ、ノーノーガールズね。ノーノーがね。YouTube とか、まあ、Hulu とかで見れる。BMSG、スカイハイさんがやられている事務所会社から、ちゃんみなさんがプロデュースしているオーディション番組ね。いや、あれはね、良すぎた。なんかもう自分も、もう、折り重なる部分というか、なんか自分も、まあね、アバンギャルディでやったりしてるわけで、もう、これあんたたち見なさいよって言いましたね、メンバーに。ほんとその通りって思う、ちゃんみなさんの一つ一つの言葉がね、ぶっ刺さりました。ぶっ刺さったし、超刺激もらったっていうか、あれで、まあ結局そのオーディション合格したね、チームがデビューってことになったんですけれども、でもなんかみんな、その若い子たちが、一生懸命頑張ってる姿なんか、泣けますね。全力やん、みんな。あれがやっぱ心打たれるな。なんかそれ一人一人のソロのパフォーマンスとかもあったんですけど、みんなかっこよくてね。いや、めっちゃ応援したいなって思いましたね。久々にああいうオーディション番組とか見て、めっちゃいいなってなりました。あとは、久々にって言うと、アニメで、カイジをね。イカゲーム見ましたよ、全部。イカゲーム見て、やっぱなんか、まあ、これ見てない人はあれやけど、みたいな、おーみたいな感じなんですよ。終わり方とか、まあ、続きがあるのかなそりゃっていう感じで終わっちゃうんで、物足りなくて、で、カイジがね、なんか、今配信されてるんで見出して、懐かしい。なんか、久しぶりに見て、カイジってマジですごいな、アホやなって、アホなんですよ、カイジってやっぱ基本。ね。なんでやねんみたいな。ね。だからそれが見ててやっぱ痛快で、もう最高って思ってハマっちゃった。であとは、久々に見てるシリーズで言ったら、渡る世間。渡る世間鬼ばかり。でもね、全然違うジャンルを全部見てるんだけれども、なんでこんな日常の会話っていうのかな。日常でも、まあ、ほぼね、シーンとか変わらなくて、ずっとまあ、それこそ長台詞言ってるじゃないですか。で、結構ほんまに、なんか、今見たらすごい、それこそ、一番シーズン1とかですよ。もうやってるんですよ。そう、配信でね。で、噛みまくり、みんな。それも普通に流れてるから、今やったら絶対考えられへんなっていうぐらい。もう、全員噛んでる。岡倉大吉とかね。
まあ、みんな、さつきとかみんな噛みまくり。でもなんかそれでもなんか自然というか、あ、そうやんな、みたいな。普通に、普段自分らも生きてて、喋ってて、噛むし、言い間違えるし、そのなんかリアルさが超出てたのと、あ、こんなに、なんかどうでもいいことですぐ揉めて、面白いな、みたいな。これ今ってああいうドラマ絶対ないですよね。てかやっぱ橋田壽賀子さんが天才ですよね、そういう意味ではね。めっちゃやっぱおもろいなってなってて。なんか揉め事みたいなの好きですね、私。やっぱ揉め事大好き。自分は揉めんの嫌やけど。なんか久しぶりにそういうの見て楽しんでおります。次の曲行きたいと思います。次の曲も、わーって私はね、わーってなる曲。Backstreet Boys で、Shape of My Heart。FM Osaka. 85.1。FM Osaka. あかねクラブ。 FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。じゃあ次質問に答えます。ラジオネーム、奈良市のひまさん。18歳、女子の方です。こんばんは。こんばんは。質問です。3月に高校卒業してから、春から大学生になるんですけど、ダンスをずっとしていて、大学生になっても続けるんですけど、両立ができるか心配です。どうやってダンスと学業を両立してるのかを聞きたいですって。多分これはアバンギャルディにくれてます。じゃあ、次の曲いっちゃいます。次の曲は、これもまた、ちょっと違うジャンルね。これなんて読むんやろ。ちょっと読まれへんからちょっと違う曲にしよう。読み方わからんからちょっと変えました。はい、いきます。次の曲は、ピンクで、Get the Party Started の曲流してて、まあその時私小学校とか、小学校か中学校上がるとかそんなんです。その10年とか。あの時にめっちゃ、なんか、食べてたものとか飲んでるものとか結構なくなってるものがありますよね。例えば、桃の天然水めっちゃ飲んでたんですけど、やばくないですか？難しくないですか？大好きだった桃天。とか、だからってあれCM 燃焼系でしたっけ？だからまだある？燃焼系はアミノ式や。アミノ式はないでしょ？燃焼系、アミノ式とかやばくないですか？てか昔って、そのブランドのグッズめっちゃ多くなかったですか？ほらー、アミノ式2003年から2005年ってそんな短い命だったんだ。へー。でもなんかやっぱ、CM のインパクトよね。覚えてますよね、燃焼系、アミノ式。こんな運動しなくても。燃焼系、アミノ式、全部覚えてるわ。あと、だからまだあるんですか？あ、なんかパッケージ変わってる？だからって、あれやん。だからやん。だからちゃんやん。あ、ほんまや。残ってるわ。グリーンだからちゃんね。なんだなぁ。でもなんかハートのイメージ、ハートのイメージですよ。あとほら、ピンキーってあります？ピンキーちょうだい、ピンキー。モンキーね。お猿ちゃん。ピンキーちょうだいって。なんか、ピンキーってあれだから結構自分的には子供の時にピンキーって可愛いしピンクやし、なんか美味しいんかなと思ったら意外とスースーすんねやみたいな、ちょっと衝撃受けた記憶がある。ピンキーもないでしょ？2018年まであったんや。2020年から機能性表示食品ピンキーフレッシュそうなんや。何や、まだ2020年から。小池屋さん。あ、そうなんや。意外となんか復刻とかしてるんか。ねえ、懐かしい。2000年代の流行ったものね。ありますよね。あとは、あれとかやばくないですか？フクロウの。何やあれ。ファービー。あれ90年代？あれね、ベロプチって押したら、喋ったりなんか食べてる。ファービーおったわ、家に。ファービーって言ってあれ怖かったんよな。おった、ペットロボット。とか、あれはキックボードとかもう2000年ぐらいから出ませんでした？みんなが持ってたやつ。ちゃうっけ？ほらな。あとは、
とんでもないもの。いいから、いいから、いいからやばないっすか？いいから持ってなかったみんな。テレテンっていう、スタートした、テレテンっていう音からスタートして、ほんで、カートリッジをさせてくださいとか言って、あんまですか？私めっちゃいいからで遊んでた、ずっと。いいからとか、ポピラとか、私も、ランレボのやつも持ってたもん。足のマットのやつ。一生あれで遊んでた。やばい。一生あれで遊んでて、途中で反応せえへんくなった時は足元のパッドのあれがずれてるから、それでもずっと一生懸命こう、マット動かして、ナイロンのやつ。やってたー。あれやっててん、ゲーセン行かれへんから、家のやつで、ずっとあれでマスターしてた。感動しにくくなんねん、だんだん。そう。あったわ。ね、いいからもようやってたわ。ほんまに。家族集まったら絶対いいから始まってたから。2000年か2000、ちょうどほんま2000年やん。やっぱ。懐かしいんですけど。いいから。だな。なんか、懐かしすぎ。だからもうほんまに、なんか、今だから平成とかで流行ったのとか、それこそ、朝ドラとかもね、そういう時代のものとか出てきたりしますけど、泣けてくるもんね、あの時代の。あれとかも、番組とかで言ったらほら、へーへーへー、トリビアのいつも大好きやったな。ボタンね、みんな持って、へーへー言うて、ちっちゃいキーホルダーのやつがあったよな。トリビアの泉やればいいのにまた。ね、最高でしたよね。みたいなことで、懐かしいな。はい、懐かしいです。皆さんが、にとって一番懐かしいのは何ですか？携帯とかも懐かしいもんな、あの時代の。ガラケーね。懐かしい。じゃあ曲いきます。いっぱいかけてきたけど、じゃあこれもう読まれへんって言ってさっき飛ばしたやつ。読まれへんけど。いきますよ。間違ってたらごめんなさい。シャキーラで Hips Don't Lie。でもさ、学年クラブ、藤